皆さん、こんにちは。海外生活しゃべり場の今回のインタビューにお越しいただいているのは、板前歴なんと28年のベテラン寿司職人のナオさんです。彼はマレーシアで、人気でもあり、伝統的な寿司織部さんのですね、マスターシェフをされている方です。はい、でこの寿司織部さんはですね、接待ですとか、イベント、お祝い事の、場としてですね、幅広く利用されています。でこちらでは、日本の食材に、かなりこだわったですね、日本料理を提供しているという寿司屋さんですね。でナオさんはですね、フィットネスにもかなり力を入れている方でして、朝のランニングで、KLCC公園の方に、行くことがあるんですけれども、そちらでも、たまたまばったり会うこともありますよね。でそしてナオさんとも私はですね、この山登りの会というものにも、所属しているということで、今回はですね、いろいろとナオさんの、経験だ、そしてスキルも踏まえた上でですね、マレーシア生活がどんなものなのかっていうのをお伺いしていきたいと思います。ナオさん、今回よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、ナオさんは海外生活というのはどのぐらいに今現在なられてるんですか？今現在ですね、2015年に来ましたので、ちょうど6年ですね。ちょうど6年なんですね。なはい。るほどです。で、マレーシアに来る前は他の国に行かれていたということもありますか？それとももう本当に日本から？マレーシアが初めてです。あ、初海外で、初フライト、初パスポートできました。本当ですか？本当です、本当です。はい。もう初パスポート。初パスポート、初フライトです。なんかどんどんはい。どんどん面白い展開になりそうですけれども。じゃはい。あなぜに、日本食の、職人さん、料理人、はい。板前さんですよね、になるきっかけになったんですか？きっかけっていうか、職人になり料理人になりたいなと思ったきっかけは、はいはい。ちょっとお恥ずかしい話なんですけど、ちょっとうちが兄弟、男3人兄弟なんですね。はいはい。はい。で、自分が三男の末っ子でして、へえ。で、末っ子ってやっぱ母親にべったりじゃないですか。そうですね。はいはい。はい。なんで、母親のところにやっぱべったりくっついてる中で、母親がね、そんなに料理が上手だったりとか、美味しいものをすごい作るっていう母親ではなかったんですけど、やっぱその母親が作ってくれたなんですかね、手料理はい。がやっぱり家族であったりとか、たまにやっぱり冠婚葬祭でじゃなくても、近場の人とか知人の方とか友達が家に来るじゃないですか。はいはいはい。で、その食卓がすごくいつも笑顔で楽しい時間だったんですよね。へえ。ふん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 。だからそれをずっとやっぱ近くでっていうか見てて、料理でこうやってみんなが笑顔になれたりとか、なんていうんですかね、その楽しい時間が過ごせる時間をこの料理でとかなれるってすごいなと思ってて。へえ。はい。本当そういう単純なっていうか、子供心に、うん。料理で人を幸せにできるんだったら、やってみたいなっていう、本当そういう感覚ですね。わ素晴らしいエピソードですね。では、ナオさんは、ちっちゃい頃から、お母様、はい。と一緒に料理をしていって習ったっていう感じですか？スタートは。もう習ったわけではないですね。ただやっぱ本当さっきも言ったように、もうべったりやっぱ末っ子で甘えん坊で近くにいたので、母親がやってるのもある程度やっぱなった時に、ちょっと手伝ったりとか、はい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 。最初物運ぶとか、そういうはいはい。のでしたけど、えー、じゃあちょっとこれ揚げてみてとか、これ切えってみー、てとか、本当そういうのをやっててやっぱ楽しかったし、それを家族でも食事するじゃないですか。はいはいで、はいは食べたらみんながすごく喜んでくれてるので、い。こういうのいいなと、本当そういう単純な、はい。素晴らしいですね。ちっちゃい頃からお母さんのお手伝いをしていたんですね。そうです。えー、手伝いしてたっていうか、させられてた。さすが。兄貴はやんないので。お兄ちゃんたちがやらないから、じゃあ、ナオ君そうそう。お願いねっていう感じなんですね。そんな感じですね。でもそはい。の中でも喜びを得ていたってことですよね。そうですね、やっぱり家族とかやっぱ友達、ね、近くのえ親戚が来て、やっぱみんな
美味しいとか楽しい、本当その時間が楽しい笑顔の時間になってたので、やっぱうんうん。そういう時間って楽しいじゃないですか、子供心に。そうですうん。よね。海外でもね、日本でもそうだと思うんですけれども、やはりご飯、ランチとかディナーにお呼ばれするってすっごいワクワクするじゃないそうですよね、ですか。はい。うん、で、そこでね、ワインとかたしなんで、みんなでワイワイしたりとかっていうことうん。なので、やっぱり料理は人を引きつけますよね。集まれる場所って作るっそうでていうか。すよね。うん。えやっぱそういうえ、場をやっぱ大事にしたいなと、本当そういう思いでしたね。うん、うん最初になるうん。きっかけっていうのは。へえ、素晴らしい。で、今では28年、そうですね。ベテランはい。歴というのがあるんですけれども、はい。中学、高校、行って、大学も出たかもしれないんですけれども、そこからも職人の道というか、板前さんの道を歩むことになったんですか？そうですね。自分はただ勉強嫌いなんで、あはは。はい、もう高校卒業してすぐに、やっぱ専門学校とかっていうそうん、のチョイスもあったと思うんですけど、うんうん、自分がまあその勉強が好きではなかったので、もうすうん、ぐなんですかね、最初は本当田舎のうんうん。個人のお寿司屋さんだったんですけど、あ、へもうそこに行っえ。て修行を始めたって感じですかね。はあ、そこから、今はい。までのこの、なんていうかな、このキャリアというか、道があるわけなそうですね。んですね。そこからスタはい。ートしたんですね。はい。はあ、でも板前さんって言っても結構幅広いかと思うんですけれども、例えはい。ば、ね、和食だったり、うなぎ屋さんだとか、天ぷら、うん。あと専門的にするとか、いろいろあるんですけど、ちょっとそこら辺教えていただけますか？この、そうですね、うんうん。和食っていうか、本当に幅広いと思うんですよ。うんうんうん。うん、なんですけど、自分は主としているものが寿司。あ、うんうんうん。はい。ただでも若い頃は寿司だけ一本っていうわけにはなかなか幅が狭まってしまうのかなと思ったあ、ので、へえ。和食屋さん、和食をたしなんでみたり、あとは勉強しにうなぎ屋さんに、うーん。行ってみたりとか、うんうん。本格的なカウンターでやる天ぷら屋さんうーん。ですよね。に、1年とか、そう1年半とかっていううん。感じですけど、働きには出て、で、やっぱそこで働くことによって、寿司プラスアルファ、ができるのかなと思って、へえ。勉強しましたね。はい。あ、そうなんですね。じゃあ、こういったなんていうかな、寿司だとか、うなぎとか、天ぷらとかいろいろあると思うんですけど、それうん。は一つのレストランでは結構、学べないというか、このこの天ぷらたす天ぷら専門はい。店に行って修行するという形ですか？一つの店舗でも、勉強はできます。ただ、うん。やっぱりなんていうんですかね、何でもそうなんです。そばもそうですけど、ラーメンうんうん。とか、洋食のパスタとかでもいいはい。と思うんですけど、多分ちゃんとした一つのカテゴリーっうん。てなったところに行った方が、より、うん。得れる知識が高い。なるほど。うん。うんうんうん。どはい。の専門職もそういう感じですよね。そうですね。うん。その料理だけじゃないと思うんですよね。うんうん、そうですよね。それぞれの、専門に行った方が、きちんとそれを学べる、はあ、基礎をなるほど。学べるっていうんですかね。はい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 。はい。ああ、よりこの日本食板前さんっていうのね、本当に知識が深まります。ありがとうございます。いえいえいえ。なるほど、そうですか。ありがとうございます。そして、ちなみに、初パスポート、初飛行機、初海外で、そうですね。なぜにマレーシアだったんですか？そうですね、マレーシアに来るきっかけっていうのは、はい。あの、経緯はですね、もともと僕生まれが千葉なので、千はい。葉の片田舎でずっと、修行してまして、で、先ほど話した天ぷら屋さんだったり、うなぎ屋さんだったり、和食を勉強しながら、うん。29の時に東京に、仕事を変えまして、場所を。あ、うーん。はい。で、やっぱ東京に来てからですね、でも働いたとこ多かったのが、築地だったりとうんか、うんうんあと六本木、うん。へあえ。と上野とか、ちょっと外国の方とかはいはい。観光客の方が多いようなところが、うんうんうん。多々多かったんですね。うん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 。で、やっぱり自分の一番最初の原点が、料理を作って楽しまうん。したいとか、楽しい時間をしたいっていう中で、なんかやっぱり自分のお店に来てくれたお客さん、日本人でしたら、やっぱり日本語同士なんで、うんうんうん。普通に楽しく会話できたりするじゃないですか。はい。でもやっぱ外国の人に僕が英語を話せない中で、
ちょっとその悔しい思いっていうんですかね、なんていうんですか、そのん。英語が話せないことによって、紹介もできない、おすすめもできない、でもなんか楽しましたい気持ちはあるけどできないっていう、その、なんていうんですか、悔しいっていうか、そのモヤモヤそうですよね。もどかしいですよね。ですね、そうそう、まあ本当それがあったんですけど、やっぱ日本のその昔の僕らが修行してきた時代って、朝から晩まで仕事なんですよ。うん、うん。で、まあ時間がない。うん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 、で、じゃあ英語の勉強しようって言っても、その学校に行くって言っても、学校にも行く時間がない。うん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 。まあ、その中でずっとそれは思ってたんですけど、チャンスがなかったんですよね。うん。うーん。で、まあ、その中でたまたま本当ずっとその東京築地が最初だったんですけど、うん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 そのお店からずっと自分を慕ってくれた、まあ、年配のおじさんな方なんですけど、うん。へえ。自分が行く店ずっとこう辿ってっていうか、追っかけてきてくれる常連のお客さんがいらっしゃいまして、ああ、ほん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 。はい、その方が今現時点の寿司織部のオーナーさんの友達だったんですよ。ええ、そんなことありますか。そうだから、本当そのお客さんとつながりがなかったら、多分今自分まだ日本で仕事してると思います。マレーシア来てないと思います。素晴らしいですね。じゃあ、でも本当、縁だとうん、思いますね。本当になんか円以上ですよね。なんか。そうですへね、はい。え、ということはもう、なおさんのこの腕というのをずっと見極めていたんでしょうね、彼としては。うん、もしかすると。ね、で、やっぱり寿司屋って結構やっぱお客さんって、おうん。店に着くお客さんもいるんですけど、へ板え。前さんに着くんですよ。あ、なんか猫と犬みたいな感覚ですね。そう、なんで、まあ、そのお客さんは自分のそのお客さんに会ったんでしょうね。そへのお客さんがえ。ずっと自分が、まあ、転々とするお店のところに全てやっぱちゃんと通ってくれて、はいはいはい。はい。で、そのすごい。方が、「なおさんちょっといろんな仕事、他の仕事どう？」っていう、もう本当軽いノリで言われたんで、あ、また、ま、日本のね、どっかかな、東京のどっかかなぐらいな感じで思って話をしてたら、そのオーナーさんと一緒に、まあ、来てくれて、うちの店に。で、ランチ食べた後に、その隣の喫茶店で口説かれたって感じです。で、なおさんはまんまと落ちたと。そうですね。だからその時でも、パスポートやっぱないので、うんうんうだし、マレーシアって言われても、ごめんなさい、マレーシアって場所がわからないし、ん。確かにそうですよそうそう、ね。ほんとそっからですね。ねえ、世界地図はい。見る機会もなかったでしょうし、ないですないです。ね、もう日本しかわからないみたいな。そう、日本でもね、場所によってはわかんないじゃないですか。へえ、そんな天気ってあるんですね。そうですね、チありましたャンス。ね。ほんとチはい。ャンスってどこに転がってるかわからないほんですね。そうですね、そうだと思います。はい。はあ、まあ、運も実力のうちと言いますから、まあ、きはい。っとね、まあ、なおさんも、まあ、実力があった上でのお声だったと思うんですけどうね。ーん、まあ、性格もあると思いそう。ますけどね。結構ありがとうございます。ねえ、ねえ、すごいなあ、明るい感じでポジティブですしね。そうですね、なるほど。やっぱ前向きですね、うんうん、性すごい格的に。前向きですよね、いつもはお話して分かりますけども。あ、そうですか。なんか面白いストーリーですね、ここに至るまで。ありがとうございます。へえ。素晴らしいですね。まあ、マレーシアはですね、まあ、もう本当ロックダウンが結構長続きしていて、うん、もう緊急事態宣言もね、もうすっごい長引いてるじゃないですか。はい。やはりこの、レストラン、関連のね、まあ、お店というのは結構大打撃だと思うんですよね。そうですね、そういった、うん、飲食店は結構やばいと思いますね。うん、まあ、その中で、まあ、寿司織部さんが取った、まあ、なんて言ったらいいかな、対処方法というか、お店を開けなくともですね、まあ、どういった形で、まあ、営業されていたのかっていうのをお伺いしたいんですけれども、お願いします。現状ですと、やっぱまあ、イートインっていうか、店の中で食べることができないので、で、テイクアウトとデリバリーだけってはいはい。いう、まあ、制限の中なので、今はまあ、ただ、うちのお店のコンセプトがやっぱトラディショナルっていうか、やっぱ伝統的でちょっと高級な路線でやってるので、うんうんうん。あまりじゃあお弁当にするからちょっと価格帯を下げて、ああ、っていうのもなかなかちょっと難しいんですよね、うんうん。ブランド的に。ですけど、まあ、その中でもお客さんが好むものを、まあ、自分が6年働いてるので、
なんとなくこういうものが好きなんだろうなっていうものを、あと、丼にしたり、あとお寿司にしたりとか、そのオードブルみたいな、家族で皆さんちょっと食べてつまんでいただけつまみなどを作って対応してますね。ほう、なるほど。Facebook とかでも、広告、ああ、よく見そうです。ますね。ありがとうございます。はい。ああ、そうですか。じゃあ、寿司オリペさんは、そういった対策っていうのを取って、価格も落とさずですね、質のいい、食材を利用して、デリバリーなど、テイクアウトですね、で、対策を取っそうですね。てきたという形ですか。うはい。ん。はあ、すごいですね。でも、11日からですね、はい、はい。また、ダイインできるということなんできます。ですけれども、はい。それに関してはやっぱり嬉しいですか、お客様とすごい嬉しいでお話しすね。できることね。はい。で、やっぱ昨日ですよね。そう、だから、アナウンスがあって、はい。もう昨日じゃあどうしようかって11から始めるにあたってて、お客さんの問い合わせがかなり殺到して、わあ、はい。すごいですね。ありがとうございます。じゃあもう問題なし、そうですね。うん、また営業そうです開始になってね。いても。うあとはだん。からやっぱりマレーシアっていう国自体のその規制っていうはい。のが、やっぱ日本とちょっと違うところが多々あるので、うん。それを守らないと、結局自分も外国人なので、ああ、なるほど。はい。はい。そこら辺が結構大変なのかなっていうのがあるので、そこをきちんと守ってうん、やっそうですね。ていこうかなと。はい。うんうん。ずるはせず、本当に規則に沿って営業するはい。ということですよね。そうですね。はい。はあ、そうですか。やっぱり辛かったですか？やっぱデリバリーの注文とかもいろいろあったと思うんですけれども、はい。うん、やっぱ台所って言いますか？職人のところでは。やっぱこう作ってて、でね、お客さんいない、ガラガラじゃないですか。やっぱちょっとそうですね。寂しい気持ちっていうのはありましたかね？寂しいですし、やっぱこう言ったら言葉に語弊があるかもしれないですけど、ちょっとやりがいが、やっぱりちょっとうん、目の前でお客さんが見えないし、おはい。客さんの喜ぶ顔が見えないので、うん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 。はい、やっぱりちょっですけれどと残念っていうかも、寂しいやっぱのはありますね。台所そうですよね。はい。私も一度寿司織部さんにお伺いさせていただきましたけど、やっぱカウンターで食べる、ご飯っていうのは本当美味しいですよね。そしてそうパフォーマンスですね。もしていただいはい。たんで、はい、より一層本当ご飯が美味しく感じました。ありはい。がとうございます。いえ、そうですね。はい。そうですか。了解です。で、あとですね、日本、では、もう結構激務だったというお話をされていたんですけれども、はい。朝早くから夜遅くまでですよね。はい、そうです。ずっと板前さんとしてお仕事をしてきたわけなんですけれども、はい。今回というか、過去6年ですけどもね、マレーシアでこうお仕事をするにあたってですね、ワークライフバランスっていうのは取れている感じですか？取れてます。おお。でも、こう言ったらあれですけど、日本より全然充実してますね。あ、そうなんですね。はい。はいはい日はいはい。本の時は本当仕事、うんうんうん。本当に仕事だけっていうか、板前の世界は余計、ブラックなので、へえ。本当仕事詰めっていうか、うんうん仕うん。事仕事仕事っていう感じだったので、逆にこっちに来て、なんですかね、バランスが自分の時間が使う時間ができたので、最初、今もそうですけど、すごく戸惑ってます。時間の使い方が分かんないんで。え、なんか贅沢な悩みではありますよね。そうですね、はい。なるほど。はい。なおさんでしたら、もう結構、外でのこのアクティビティ系好きじゃないではい。すか。で、サーフ大好きですね。ィンだったり、ウェイクボードだったり、ランニングもね、たまにお会いしますけはい。れども、やっぱそういった面でも、やはり日本よりも時間が取れて、で、ご自身のリフレッシュの時間にも当てられるっていう感じはありますか？そうですね。逆にやっぱそういう時間をちゃんと取れるので、自分の海外に出た時に、何でもいいと思うんですよ。今まで持ってた趣味でもいいし、うん。逆にこの海外に出てからに始めた趣味でもいいと思うんですけど、そういう時間をすごく大事に取れるので、だからうん。逆により一層仕事が頑張れる。はいはい。あ、逆にそれがあるうん。から、リフレッシュがあそう、るから。そうですあ、ね。メリハリをしっかりできるので、日本だと、また明日仕事かよってうーこう思ん。っちゃうじゃないですか。うんうんでうんうん。ここ頑張れば自分の好きなことできるとか、そう、それが終わったら、じゃあまた仕事そのために頑張るっていう、そのメリハリがすごくしっかりできてるので、今はすごく充実してます。ああ、いいことはい。ですね。なんか板前さんっていうと、本当寝不足で嫌々ながら行くみたいな感じですけど、なんかなおさん見てたら十分睡眠とってる感じですよね。そうですね、はい。
時間はいっぱいあります。ねはい。すごい生き生きされていて、はい。ああ、そうですか、面白いですね。本当、皆さんね、ストーリーがもうそれぞれなので、もうインタビューする甲斐があるんですよね。ありがとうございます。素晴らしい。OK です。じゃあですね、また次の、質問に、はい。移らさせていただきたいと思うんですけれども、マレーシアって結構移住先としてはですね、転職活動でも、あとは母子留学ですとか、私たちのような家族で、移住するっていうのは結構人気でメリットはあるのは分かるんですよね。もう皆さん、こう、情報もね、もう結構、有り余ってる状態ですので、じゃあ、なおさんから見る、マレーシアのデメリットっていうのをいくつか出していただけないかなと思います。よろしくお願いします。デメリットですはい。ね。まずじゃあ仕事においてのデメリットは、すべて当たり前なんですけど、英語、スタッフもお客様も、その業者さんっていうかサプライヤーさんですよね。はい。業者さんもすべて英語なので、その英語が全然喋れないので、うん、うん、結構大うん。変ですよね。ううん。ん、全く本当に初めての海外なので、うん、うん、もううん。6年前を思い出すと、じゃあ、料理で作るにしても、お砂糖をもうちょっと入れてとか、じゃあおあ、醤油ちょっと減らして、なるほど。モアとかレスとか、その確かに。簡単な単語も出ない。はいはいはい。はいはいはい。ですね。だから結構そこが大変では大変ですね。なるほどね。あと、モアとかレスって言っても、ちょっとのモアなのか、本当にモアのモアなのか分かんない。そうそう、わかんないです。本当そう加なんですよね。減が。うはい。んうん。なるほど。そこはちょっと、じゃあコミュニケーションの部分で、ちょっと教えにくかったっていう感じですかね。そうですね、コミュニケーションは教えづらかったし、やっぱ自分がやっぱ分かんないので、もうああ、なるほど。身振り手振りと、あとはその量りを持ってきて、その5グラムでこれを入れるとか、うんうんうん。もう本当そういうなんかそのレシピ通りじゃないですけど、はいはい教はい。えていかないと分からない。はあ、じゃあそれはマレーシアに、移住、生活し始めてのお話でそうですね。すよね。うんうん。はい。今も結構英語も流暢ですので、そういった問題っていうのはもうないですかね。そうですね。ただやっぱ今はなんですかね、対、お客様であったり、うんうん。全然、英語もそれなりに覚えてくれてうんますうん。たので、全然問題はないんですけど、やっぱスタッフにちゃんとしたこと、日本の和食って何なのっていうところを教える時って、やっぱり彼たちも日本自体を知らない。うーん、そうですで、ね。うん。日本食ましてやわからないじゃないですか。はい、そうですよで、それね。をなんか日本食ってこうなんだよっていうとこから解き伏せて教うん。えていくところに、そういう英語ってやっぱ難しいじゃうないですか。んうん、そうですよね。うん。だから、やっぱ自分が気にかけてるのは、なんですかね、70%、80%相手が理解してくれたら多分分かってることなんだろうなと思うんですけど、うんうんう自分がん。その英語が分かんないっていうか、言えないことによって、相手が50%や60%しか理解をしてないくて失敗しちゃうじゃないですか、もし。うん、うん、そうですね。そうすると、それは多分彼らだけのせいではなくて、やっぱり自分が伝えられてない自分の責任あでもあるのかなあ、と。なるほどなるほど。うん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 。うん本当やっぱそのコミュニケーションっていうか、そこが大事なところかなと思いますけどね。うん。はい。難しいところではありますけれどもね。うんうんうん。本当、こう年月が経ってですね、今ではそうですね。そういった問題っていうのは特に直面しない感じですでもやか？っぱり仕事してる上では毎日いろいろありますね。ああ、この少しうん、のニュアンスとかっていう感じですよそうね。ですね。はい。素晴らしい。じゃあ学びに本当に終わりはないって感じですね。そうですね。だおから互いですね。今でもやっぱ勉強うんうんですうん。よね。うん、こうやって伝えればよかったんだろうなとか、うん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 。逆にこうやって言えば相手に伝わったんうん。だろうなとか。だから英会話を勉強するのがいいこと悪いことっていうのは分かんないですけど、うんうんうん。シンプルに相手に物事をうん。伝えるっていうのが一番、単語一つでもいいんですけはい。ど、大事な単語を一つ伝えれば、それが多分相手に伝われば、こういうこと言ってるんだっていうのがうん。分かるんで、そういうのが大変っていうか難しいっていうか、そこを見抜いて、的確にちゃんともう、教えてあげるっていうのがうん。一番
いいのかなと思いますうけどね。ん、ごもっともだと思いますね。私も海外生活はもう19年目に入ってるんですけれあども、あ、やはりですね、単純な言葉で何を伝えたいかっていうのを、シンプルに伝えるのが一番効果てきめんなんですよね。そうですね。英語が流暢だからってこうブラ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 って言っても、で何が言いたいのって、一つの単語でこうまとめられたじゃんっていうのもあるんで、ごもっともだと思いますね。そうですね。デメリットって言ったらそういうところと、あとやっぱマレーシアのその国の規則っていうのもやっぱすごくきっちりしてるので、はい。やっぱ日本と全然違うので、その有給であったりとか、そのオーバータイムであったりとか、こっちだと MC ってその病気になった時の休むとか、あとマレーシアは休みが多いじゃないですか。その国の。多いではい。すね。そうなんですよね。で、その休みの振り替えをどうするだとか、ああ、なるほど、なるほど。やっぱ結局そういうのもちゃんと管理をしてあげないと、ん。日本だと、まあ、有給があってもなかったりとか、そのなあなあで過ごせるところが、海外はやっぱそこをきっちりしないと、逆にやっぱ彼らの方が強いので、国に守られてる分。はい。本当そういうとこを、まあ、今でもなんか苦労してるっていうか、デメリットっていうか、悩んでますよね。そうですね。デメリットというか、なんだろうな、文化というか、国、郷に入れば郷に従いなんですけどね。本当そうですね。それをどう自分が対応していくかっていう問題だと思うんですけれども。なるほどですね。じゃあ、職場に関しては、そんな感そんなじですか。感じですね。はい。ああ、そうですあとは、まあ、か。生活ですね。生活に関しては、やっぱり時間にルーズ。わかる。はい、否定しないです。はい。そう、まあ、それがいいとこではあるんですけはいはい、そうど、ですよね。やっぱり、まあ、自分も6年いると、だいぶ自分もだいぶ丸くなったなっていうのはありますけどね。ははい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 。い。確かにそうですね。私が思うに、温暖な気候で、育っている方って、結構時間にルーズな感じなんですよ。私沖縄出身なんですけれども、はやっぱね、うちなんちも結構ルーズだし、あとはそうですね、マレーシアだってそうですし、あとニュージーランドに住んでいたので、この上い。の方のはい。パシフィックアイランドの方ですよね。ああ、はいはいはめちゃめちゃルーズです。い。ええ、なので冬がないっていうことで焦りとかないのかもしれないですよね。もうそうですね。明日も明後日も1年後もずっと暖かいっていうことなので、もうこれはどうしようもないかもしれないですね。そうですね。でもまあ、でもそれもやっぱり慣れっていうか、おかしいそうですそうです。ですけど、そう、はい。最初はすごく気になりましたけど、でも今はもう自分も最近そういうところもあって、確かに。そう、なんとかなるかなみたいな。ひどい方だと、じゃあ3時に待ち合わせようねって言って、3時にシャワー入って準備する人いるから、いますから。そうですね、そうですね。そこがスタートの時間ですからね。いや、来る時間だよみたいな。オッケーオッケーってね、じゃあもう始めとくよっていう感じですよね。そうですね、はい。ああ、面白いですね。なるほど、なるほど。困ったことっていうのは、なんか他にありますか？時間ルーズもね、業者さんとかそうで来るのもすね。ね、家に来て、なんかはい。修理するとかっていうのも来たり来なかったりしますけども、なんか他になんかありますかね？困ったことでもいいです一番でもし。6年で一番困ったっていうか、やっぱり医療関係ですよね。そうですか。困ったってわけではないんですけど、基本的にやっぱりあんまりその病気とか、こう板前やってると結構なんか精神面なのか、そこまで病気っていう病気はしないんですけど、はい。やっぱ海外に来て、やっぱ多少ちょっと体調悪いなって時って出るじゃないですか。はいはい、もちろで、ん。病院に行ってもやっぱ英語がわからないし、で、こっちの言語のマレー語で書かれてあるカルテを見てもわかんないし、だからどこが悪いって伝えるのも難しいじゃないですか。そうですよね。そう、なんで、そのやり取りとかが難しいっていうか、困ったっていうか、まあ、2回ぐらいありましたね。そういう場合は日本人の通訳さんはいらっしゃいましたか？そこの時いなかったです。だからちょっと自分の、お店のスタッフと一緒に、一緒に行って、で、スタッフが伝えてくれるみたいな感じは取りましたけど、はい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 。わあ、これ一人だったらアウチですよね、本いや、当に。本当アウトですね。多分行って、何しに来て、まあ、体調悪いのは分かるけど、どこが悪いんだっていう感じで終わっちゃうと思うんで。そうですよね。で、なおさん自身もどこが悪いかもわからないっていう。いや、もう指さすしかないですよね。
もわからん、お医者さんもわからん、じゃあ誰もわからない。でも本当、でもやっぱこっちだと、やっぱその、亜熱帯地方っていうんですか、その、まあ、うん、ね、マレーシアとか、まあ、タイとかもみんなそうでしょうけど、その特有の病気って多いじゃないですか。そうですね、うん、はい。そういう病気にかかる可能性も確率は大きいので、うんうんやっぱうん。そういうのがちょっと怖いっていうかですね。うん、はい。そうですね。気をつけてくださいね。KLCC 公園でも私も一度電気になってるんですよ。あ、本当ですか？あらら、もうね、気をつけないと。はい、もう本当に苦しかったです。うん。ですので、本当気をつけないといけないではありますけどね。うはい。ん。なるほどです。ありがとうはございます。い。い本当興味えいえ。深い、ストーリーですね。うん。そうですか。はい、ここにすいません。至るまでが、これがああなってね、お客さんが、お客さんの そうですね。お友達が寿司織部さんのオーナーだったのっていう感じですよね。そうですね。本当に、はあ。もう本当そういう、なんか、まあ、波乱万丈ですけど、まあ、それがかって楽しいっちゃ楽しいですけどね。本当にはい。楽しんでいらっしゃいますし、あと寿司織部さんでね、お寿司を握っている時も、本当に生き生きしてて、あと、ね、お客様もすごい喜んでますよね。なおさんそうですね。のパフォーマンスに、ね、インスタかなんかわかんないけど、とりあえず写真撮ってね。こっちの人は皆さんね、大体みんな SNS っていうか、そはい。のね、投稿がもう主流なので、うん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 。だからまあ逆にいいことも悪いこと全部ね、広められちゃうので、まあ、難しいところではありますけども、こっちの人ノリがいいので、やっぱやってうんて、やってるその職人さん、作り手側としてはすごく楽しいと思うんですね。ねえ、本当にうん。笑い声が聞こえて、まあ、わちゃわちゃはしてますけれども、なんかわちゃわちゃしてる。楽しそうだなって感じですよね。はい。いいですね、本当に。まあ、この、板前、さんですね。っていうはい。職業っていうのはやっぱ天職だと思いますか？転職だと思います。ああ、はっきり言えるんですね。素晴らしい。はい。やっぱやりがいっていうのは、やっぱお客様に美味しいものを、食べていただいて、幼少時代のね、このイメージというか、まあ、フラッシュバックでいろいろあるかと思うんですけれども、あはい。の雰囲気を作り出すっていうのが、まあ、なおさんの、まあ、スキルもありますけれども、やっぱ雰囲気作りっていうのが、やっぱり、なおさんなんですかね。なおさん自身なんですかね。うん、そう、うん。多分そうだと思います。だから結構日本でも、まあ、これ日本のね、料理っていうか、そのお寿司屋さんを悪く言うつもりもないんですけど、日本ってやっぱ結構高級料理店、寿司屋さんとかって結構こう、なんかきちっとしていかないうん。とっていう、うん。なんかあるじゃうん。ないですか。はい、イメージ強いです、その方が。はい。ですよね。そう、うん。もう、だからそれ食べても、なんかそれで美味しいものを作られても美味しいと思うんですけど、腹は満たっても心が満たされないっていうんですかね。うおー、ん。いい言葉だですね。うそう、ん。自分は本当それをやっぱり作り手側として思って、まあ、自分がね、思ってて、で、来てくれたお客さんが楽しければ、まあ、ね、美味しいものより美味しくなるじゃないですか。うん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 で、やっぱうん満たされる、その時間が満たされる。うん、なのでやっぱそういう、その、なんですかね、気持ちっていうかを大事にして、今は自分がずっと取り組んでますね。素晴らしいですね。ここまで余裕があって、お仕事できる方も少人数なのかもしれないですね。やっぱ皆さん、板前さんって忙しいじゃないですか。もうはい。朝から晩まで寝てないかもしれないし、うん、しかし、ね、なおさんの場合は、マレーシアではワークライフバランスも取りつつ、そうですはい、まあ、コね。ミュニケーションがちょっと支障があったにしろ、やはり自分の軸を、動かさないとぶれないっていう感じはしますね。そうですね。やっすごいぱ楽しんでる。そこがブレちゃうと、やっぱり対お客様に対してもブレてしまうので、うん、やっぱそこは自分が毎日楽しみたいっていうか、ね、同うん、じ1日素晴らしい。楽しく過ごしたいのか、ね、1日今日もまたなんかあいつがどうだとか、ストレスを溜めてやるのかっては考えたいはいはい。ときに、まあ、楽しくやりたいじゃないですか。そうですね。うん。いやー、もう多くの日本人の方は、なおさんの生活、羨ましい感じかもしれないですね。そうですね。素晴らしいです。じゃあ、最後の質問になっはい。てしまうんですけれども、やはりですね、まあ、日本経済というか、もうね、あんまりこう思わしくないっていう、まあ、感じもありますし、うん。で、あとは、まあ、YouTube を私もさせていただいてるんですけど、結構、マレーシアに目を向けているシングルの方だとか、ご夫婦うん。の方、そして、単身でね、来られる方もいいんですけれども、家族移住される方っていうことで、お問い合わせも、まあ、あるんですよ。はい。そうですね。なので、もしかしたら今後ですね、海外に目を向けている日本人っていうのは多くなる可能性はあるのかなというふうに感じているんですよね。
はい。なので、こういった方を対象にですね、なおさんの経験、スキルも生かして踏まえた上にですね、何かメッセージ、そしてアドバイスできることがあればよろしくお願いいたします。はい。多分自分もそうなんですけど、6年前来た時って不安しかなかった、正直。うん。やっぱ初パスポートですし、やっぱ初フライトなので、マレーシアって国もわかんない。ではい。も、さっきの話ちょっと被る部分もあるんですけど、やっぱ自分なんですかね、僕は自分が考えてる中で、チャンスって、みんなに平等にあると思うんですよ。うーん。で、いろんな仕事においうん。ても、うん。いろんな生活においても、うん。転機とかチャンスってみんな、少なかれ平等にあると自分は考えてるんですね。うん。うん。ただうん。そのチャンスをやっぱ掴みに行こうとする行動を一歩踏み出せる、出せるか出せないかで、やっぱ自分の未来って変わってくるじゃないですか。うーん。うん。自分本当そういう考えがあって、今こっちにマレーシアに来てて、うちのスタッフにも言うんですけど、あの、やっぱりチャンスってみんなこっち同じこと言います。チャンスはね、こっちの人だってあると思うんですよ。うん。うん。で、そのチャンスをつかもうと思って行動するやつには、やっぱ給料もついてくるし、う道ん。が開けるのかなと思ってて、うん。うん。でもそれをなんだろう、英語が喋れないだ、なんだって考えてとかいろいろ不安をやっぱ溜め込んじゃってると、行動が鈍ってくるじゃないですか、当たり前に。そうなっちゃうと、やっぱりちょっとこう変わってきちゃうのかなっていうのはありますけどね。でも、なるほどね。回り道するっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね。うん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 。回り道ですね。うん。そう、回り道。はいはい。回り道をすることはとても大事だと思って、うん。それが、まあ、回り道して結果論、それが失敗だったっていう時だって絶対あると思うんですよ。うん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 。でもそれはあくまで結果論であって、やっぱその一歩踏み出てちゃんと成功なすのか、成功なし得ないのかって多分あると思うんですけど、そこを考えるより、まず行動を起こして自分がどうしたいかっていうところをなんか考えていくと、結構いろいろ未来が変わって見聞もこう広がるのかうなっていう感じん。はしますよね。うん。素晴らしい。いえ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 。すごいですね。自分もずっとはあ。そうしてきたので、なるほはい。どね。チャンスは、本当に私も、おっしゃる通りでですね、うん。皆さん平等に与えられてると思うんですよ。うん。本当そう思います、心かはい。ら。はい。しかしですね、このチャンスをチャンスと見ていない方もいらっしゃるじゃないですか。はいはいはいうんうはい。んうん。その場合ですよね、周りが後押しして気づくのか、やっぱあるけど、私にはできないから、まあ、いっかっていうスルーする感じのはい。方も結構いらっしゃると思うんですよね。はい。やっぱそれはやっぱ自分の気持ちに正直に聞くことが一番なんでしょうかね。そうですね、自分はそうだと思います。結局、周りからいいこと言われようが、いうん。や、やめときなよってこう止められようが、なんか結局最後は自分じゃないですか。そうですね。うん。そうで、自分の人生なので、やっぱり自分がいいも悪いも決めていかなきゃ、最終的にはどっかしら絶対そう決めていかなきゃいけないと思うので、うん。うん、やっぱ自分に問いかけて、自分がじゃあこの先どうしていきたいかとか、今の現状を変えたいんだったら、じゃあどうすればいいんだとか、なんだ相談するのはいいと思います。でも結局最終的に決めるのって自分なので、うん。で、やそうってみてですね。ダメなら、またそこからまたなんか回り道すればいいじゃないですか。うん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 。うん。なるほどね。目標にこうピンポイントで A から B に行くこともあるかもしれないけど、はい。このね、A と B の間で、そこからまた通り道というか、で一はい。歩、ね、置いて、でステッピンストーンじゃないですけどね、そこ置いて、また う B ん。に行くっていう方法もあるっていうことですよね。うん。そうだと思います。はい。まだ B に行く前にもしかしたら C のオプションを見つけて C に行く可能性もありますからね。そう、本当そうです。で、そこでね、変な話、ちょっと休憩じゃないですけど、休憩することも大事だと思うんですよ。うんうん。自分の立ち位置を見て、どはい。っちに行くべきなのかなっていうのも大うん。事だと思うし、いろんな選択肢はあると思うんですよね。うん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 。うん。なるほど、いいですね。結構、周りのお友達もそうですけれども、なんかこう、なんだ悩んでいると、選択肢に関して悩んはい。でいるけれども、やっぱ親にこう言われてるとか、
先生にこう言われてるとか、うんだったら私の意見は違うんじゃないかと思う方も多いんですよね。でも結構助言してる人は別に私の行動に責任も何もないじゃないですか。あ、そうですね。だって責任を起こして、よし、これだと思って突っ走ってきて失敗したんだったら、じゃあこれは間違ってたと。でもしかしたらうまくいく場合もありますからね。助言もほどほどにっていう感じもありますかね。でも失敗も成功のうちだと自分は思ってて、失敗ってないと思うんですよ。ちょっと時間がかかっちゃう。ね、そこそ A から B に行くのすごく早く行ける場合かもしれないけど、それを回り道してっていうのもあるかもしれないんですけど、その失敗もどっかしらで結局は自分の力っていうか、なんかね、つながってくるのかなと思いますよね。いやー、共感できることがたくさんありますね。素晴らしい、本当ごもっともだと思います。いやー、ありがとうございます。他に何かありますか？すごい興味深いお話です。いや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 、でも、結局そこに、その成功、失敗は分かんないですけど、行き着くまでに、やっぱりいろんな方と出会うわけじゃないですか。さっきのじゃない、縁があるわけじゃないですか。そうですね。なので、今回こうやって優子さんとも知り合って、こういう場を設けてもらうのもそうだし、多分そこにいろんな人たちが関わってくるんだと思うんですね。で、そこでやっぱりいろんな成功、自分の中で成功な道って正解ってないと思うし、そこまでに行く過程を大事にしていけばいいんじゃないのかなって思いますよね。なるほどね。どういった、結果論として、どういった境遇にいてもですね、自分がやっぱハッピーであればいいですよね。心が満たされてるっていうことですからね。そうなんですよね。仕事においても生活においても、じゃあ今楽しめて、自分結構いつもなんか日本に向けてのこういうインタビューした後に、一番最後に言うのが、じゃあ今楽しめてますかって。自分に問いただしてくださいって言うんですよ。視聴者さんに向けてですか？そうですね。だから大体こういうインタビューすると、なんか最後ありますかって言ったときに、もう自分はいつも言うのが、じゃあ今仕事においても生活において楽しめてますかって。で、それに対して自分に対しての自問自答してください。楽しくないと思うんだったら変えるべきだし、楽しいんだったら今を楽しむべきだし。それでいいんだと思います。なるほど。なんかなおさんのようなこのなんか人生コーチング的な人を求めてる人はいっぱいいそうですけどね。いやでも心から私は今幸せですって言える人はなかなかいらっしゃらないかと思うんですけどね。お金いっぱいね、たくさんあっても不幸な方っているじゃないですか、心がね。なるほど。もうご自身で自分のハピネスをじゃあ探していくジャーニーに歩みましょうって感じですよね。そうですね。それが一番自分の本当の答えなんじゃないかなと思いますね。すごいな。素晴らしい。ずっと激務でお仕事していたなおさんが初の海外生活でここまでやっぱ信念があるということで、やっぱ成功の道というのも開けたんでしょうね。そうですね。やっぱね、昔はそういう自分も今の自分と違うやっぱり思ったら楽しくないですよ。楽しくなかったです。日本にいた時は。やっぱマレーシアに海外に来て大変なことも多いですけど、やっぱそれに自分で飛び込んだ中で変わってきたし、その周りの人たちが自分を助けてくれたし、でやっぱり今の自分があるし、でやっぱりね、今も国からも表彰されましたしね。なおさんですか？はい、僕日本親善大使に任命されました。ごめんなさい、無知でした。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。どういった任務なんですか、それは。それはですね、日本の農林水産省がちゃんとやっている、今世界で多分150人ぐらいしかまだ日本人でいないんですけど、簡単に言っちゃうと、多分違うか分からないです。簡単に言っちゃうと、日本と海外の架け橋になる親善大使です。期間限定ですか？それともずっと？ずっとっていうか、1回なって、多分本当に悪いことしちゃったら剥奪されちゃうでしょうけど、今は今年初めてマレーシア、それもマレーシアで初めてです。なおさんがいただいたんですか？はい、マレーシア初です。すごいじゃないですか。ありがとうございます。すごい方と私はお話ししてるんです。いやインタビューしませんかって
いや、でも逆にそういうノリぐらいでいてくれた方がありがたいです。はい。うわー、素晴らしいじゃないですか。本当はい。に大成功ですね。そうですはあ、名ね。誉もいただいて。はい。やっぱそれにはやっぱみんなが、やっぱね、お客様もそうですし、関わる方がみんなやっぱりフォローしてくれるおかげですよね。うん。うわー、すっごいパワフルな動画になりましたね、今回も。ありがとうございます。素晴らしいですね。いやー、本当にね、もう何かの、先ほどもおっしゃってたように、この縁っていうのは何かの本当になんとか巡り合わせという感じあうん、ります本当そうだ。からね、お互いはい。海外にいますので、何かしら持ちつ持たれつつで、協力できたらいいですよね。うん。こちらこそよろしくお願いします。いやー、なおさん、素晴らしい。すいません、今日はもう本当お忙しい中、全然全はい、然大丈夫です。はい。ありがとうございました。ありがとうござ OK でいます。す。じゃあ皆さんもまた次回楽しみにしててください。さよなら。